はい、セリカさんです。今回はマスターグレード100式バージョン 2.0 メカニカルクリアの内部フレームを100均で購入したプラモ用マーカーで塗装していきます。安くてお手軽に塗装してみたいプラモ初心者向けの内容となっています。それでは早速作っていきましょう。組み立てをしながらパーツを確認していきます。この100式は外装が透明のクリアパーツで色が全くついていません。クリアカラーのガンプラでも色がついている場合がほとんどですが、これは一切色がついていないので内部フレームを存分に楽しむためのガンプラとなっています。内部フレームのほとんどはブラックのメタリック風パーツとなっています。一般販売品の100式を持っていないので、他の人の動画で内部フレームのパーツを確認したのですが、おそらく内部フレームはメカニカルクリア用の特別仕様だと思います。またごく一部にはシルバーのパーツも使っていますが、小さい箇所なのであまり目立たないです。組み立て自体は一般品と同じはずですが、外装パーツが透明なのでランナーから一気にパーツを切ってしまうとパーツの見分けが難しくなります。こまめにパーツを切り取って組み立てた方がいいと思います。仮組みを確認してみます。外装が透明なパーツなので内部フレームの主張が強いですが、それでも外装から100式だと分かります。100式といえばゴールドの金ピカのイメージですが、こちらは内部フレームの影響もあってブラックの100式みたいになっています。とにかく色のついているパーツはほぼ透明のパーツにしたガンプラなので、素組みでもかなりの特別感を味わえます。仮組みを確認したので分解して塗装していきます。マスターグレードは内部フレームにパーツを差し込む構造になっているので、分解に関してはハイグレードのガンプラよりやりやすいと思っています。動画の冒頭でも紹介した通り、100均のセリアで購入したプラモ用マーカーで内部フレームを塗装していきます。1本110円で、色の種類はゴールド、シルバー、ガンメタルの3種類です。他にも種類があるかもしれませんが、近所のセリアはこの3色しかなかったので、今回はこれらを使っていきます。初めて使う道具なので、まずランナーのタグに試し塗りをしていきます。一応ブラックと透明のクリアパーツの両方とも試し塗りをしておきました。塗装した感触は太めの丸いペン先なので、ガンダムマーカーとは感触が違いましたが、普通に塗装できました。しっかり発色させる場合は 2,3 回重ね塗りをした方が良かったです。それではブラックのパーツから確認していきます。色自体は普通にそれぞれのイメージ通りの色になっています。さすがにメッキ感とかはないので、それを求めるならガンダムマーカーなど他の商品を使った方がいいです。ペン型なので塗装跡を消すのが難しいですが、部分塗装など細かい箇所には十分使える印象です。次に透明のランナーの方も確認してみます。といってもさっきとそこまで変化はないです。下地が透明になったので少し明るくなったような気がします。重ね塗りをすればちゃんと発色してくれているので、よほどのこだわりがなければあまり下地を気にしなくてもいいです。ついでなので塗料を剥がす実験もしていきます。まず水性塗料を剥がすのによく使っているマジックリンを試します。この実験は塗料を1日乾燥させた状態でマジックリンを綿棒に含ませてこすっていきます。シルバーの塗料はすぐに剥がれたのですが、他の塗料はなかなか剥がれなかったです。ただ2分くらいこすっていれば両方の塗料も剥がれていきました。シルバーに比べたら時間はかかりますが、一応マジックリンで全部剥がせることが確認できました。プラスチックの表面についたマジックリンをティッシュで拭いた後にもう一回塗装してみました。問題なく塗装できたので、これで何回でもやり直しができますね。さらにダイソーで購入したアルカリ電解水でも塗料を剥がせるのか確認します。このプラモ用マーカーは水性ではないですが、剥がせるのかやってみます。やってみた結果はほとんどの塗料を剥がすことができなかったです。かろうじてシルバーが剥がれていましたが、綿棒との摩擦で剥がれているのか電解水のおかげなのかよくわからなかったです。マジックリンに比べたら全然使い物にならなかったので、このプラモ用マーカーには使わなくてもいいですね。マーカーの確認が終わったので内部フレームを塗装していきます。塗装に使った色ですが、ガンメタルは内部フレームの色と似ているので、今回はゴールドとシルバーのみ使いました。内部フレームはディティールの細かいところをメインに塗りましたが、練習も兼ねて広い範囲も一応塗っておきました。はみ出した塗料はマジックリンで拭き取っていきます。さっきも実験した通りマジックリンで塗料を剥がせるので、あまり深く考えず作業できるのは助かりますね。とりあえず塗装したパーツがこちらになります。簡単に塗装できることを考えたら十分なのですが、やっぱり広い範囲の塗装は難しそうです。またペン先が段差の隅にまで入らないので塗り残しが出る場合があります。あくまで100均の商品なので、ある程度妥協するか筆とかに塗料を取って塗装する必要がある点には気をつけてください。使いどころを選びますが、それさえちゃんとすればとても便利な商品でした。次にコンパウンドを使って外装のパーツをきれいにしていきます。もともと綺麗なクリアパーツですが、コンパウンドで磨いたらどうなるのか気になったのでやってみました。やり方は粗め、細め、仕上げ目の順番で磨いていくだけの簡単作業です。それぞれのコンパウンドを布などに出してパーツを磨いていきます。使う量などはパーツの大きさによるので一概に言えないですが、とりあえずパーツ表面が一通り締めるぐらいの量を出せば大丈夫です。磨き終わったら水でパーツをきれいにします。コンパウンドが細かいディティールに入り込んで取れない場合は、柔らかい歯ブラシとか使って取り除いてください。あとはこの手順を細め、仕上げ目の順番で同じようにやるだけです。元のパ
パーツと仕上げ目まで終わったパーツを比較してみます。わかりやすいように撮影用ライトをあえて反射させて比較してみました。元のパーツは表面に筋があってぼやけていますが、コンパウンドで磨いたパーツはほとんどなくなってくっきりしています。パーツを一つずつやる必要があるので時間はかかって面倒ですが、失敗がほぼないプラモ初心者にもおすすめの作業です。コンパウンドまでやったら組み立てて最後にデカールを貼ります。組み立て前に貼ってもいいですが、ある程度組み立ててからの方がデカールを貼る位置のイメージがしやすいです。デカールはシールタイプとこすってパーツに転写させるタイプが付属していました。ただシールタイプは使用しませんでした。理由としてはこの透明のクリアパーツには合わないと思いました。シールだとどうしても浮いているような印象になるので、せっかくの綺麗な透明感が台無しになるような感じがします。コンパウンドで綺麗に磨いたこともあるので、このシールタイプは使わなかったです。こすって転写するタイプの方は貼る場所もそんなに多くないし、シールよりマシなので使用しました。これは使いたい模様をカッターなどで切り取って位置決めしてから丸い先端の道具でこすってパーツに転写します。これも浮いている感はありますが、模様のギリギリまでシールの縁をなくしているので、普通のシールよりはマシでした。これ以上を目指すなら水転写式デカールを用意するしかないです。あとはデカールを全て貼って完成です。それでは完成品を見てみましょう。内部フレームをマーカーで簡単に塗装しただけですが、仮組とは印象がかなり変わります。100均のマーカーでしたが、細かい箇所を塗装するだけなら全然気にならないので、普通のガンプラの部分塗装に使おうと思います。あと外装パーツをコンパウンドで磨きましたが、めちゃくちゃピカピカになって撮影用ライトを反射しまくったので、撮影がすごく難しかったです。ビームライフルとクレイバズーカは両手に持たせることができます。またどちらもブラックのパーツのみで構成されていたので、こちらも100均のマーカーを使って塗装しています。武装のディティールもかなり彫り込まれているので、細かいところを少し塗装するだけでも印象が変わります。気になったらマジックリンで塗装を剥がせばいいだけなので、とりあえず好きに塗装しておきました。武装は背中に引っ掛けるだけでマウントできるのですが、引っ掛ける部分も塗装したので擦れて塗装が少し剥げちゃいます。さすがに部品同士が擦れると塗料が剥げるので、気になる人は塗装する場所に気をつけてください。こういう摩擦がなければしっかり塗装されている状態を維持してくれます。最後にビームサーベルを装備した状態を見ながら動画を終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。